家に帰ってきたら、ドアの前にガラスが落ちていたんです。割れたガラスがたくさん落ちていたんです。何これ、そう思いました。はい。こんにちは。OK ジャパニーズです。今日はね、ゆっくりお話をしていきますね。なるべくゆっくりはっきりと喋る。そういうポッドキャストです。だんだん言葉が速くなって難しくなっていくところもあるかもしれません。はい。今日はね、住んでいるところの話、借りている家、賃貸のお話ですね。最初に言った話なんですが、これは僕がまだ20何歳、若い時ですね。東京に初めて来て、僕は夢を追いかけるぞ。よし、頑張って東京で成功するぞ。そういう時にあったお話です。ちょっと怖い話かもしれません。うん。僕は安いアパートに住んでいました。ね。日本ではアパートというと、木でできた家のこと。木造と言いますね。木で作った木造アパート。そういうふうに呼びます。若い人だとか、家賃をね、たくさん払いたくない人。ね、そういう人は安い木造アパートに住む。一般的なイメージ。そういう家です。に住んでいました。僕は音楽をやって、バンドをやっていました。そしてお金がない。全然お金がない。だから安いところに住む。だけど安いアパートはそれなりに理由があります。なぜ安いのかという理由があるんですね。よくあることはうるさい。うん。木造アパートはね、壁が薄いんです。壁が薄いから隣の音が聞こえるんですよ。隣の音がね、もういつでも聞こえる。今上の人歩いてるな。ドスンドスンドスン。ね。で、寝る前に、なんか変な声が聞こえるな。なんだろう、これは猫かな。そういう音も聞こえます。うん。えー、だから、静かではないですよね。うん。えー、つまり、僕の音も聞こえている。もし僕が木造でポッドキャストをやっていたら、聞こえるでしょうね。隣の人も。一人でこの人ずっと喋ってるよって思うでしょうね。なんでずっと一人で話してるのかな。配信者かなって思うでしょうね。はい。そして木造のアパートの良くないところ。二つ目。例えばゴミを出すときに、ゴミ置き場、ゴミを置くところが汚い。その確率が高いです。うん。安いところは。これは木造アパートだからじゃなくて、むちゃくちゃ安いところは、なぜかゴミが汚いことが多い。ね。うん。そういうこともありますね。うん。もちろん、安くてもみんな綺麗にしているところもあるでしょうね。はい。でも僕の住んでいた安いところはそういうゴミが汚いところが結構あった気がします。はい。それで、えー僕はね、音楽をね、やりたいものですから、部屋で音楽は聴きますね、その時。ね。
そんなすごい音では鳴らさないけど、普通の音量では聞く。ね。うん。でも多分、木造だから、隣の人にも聞こえてたりするんでしょうね。うん。で、こう窓開けたら聞こえるしね。もう窓開けたらもうすぐ隣で鳴ってるぐらいの音量で聞こえますからね。はい。で、まあ友達も来ますね。まだね、若いですから20何歳の時。友達も来ますね。ねえ、で、まあ、盛り上がったらね、ちょっと声も大きくなります。あははは、何言ってんのあはははとかね、なりますね。うん。毎日じゃないよ。毎日じゃない。そう。まあ、ね、でもやっぱ隣の人からしたら、うるさいな。そういう時はあったでしょう。うん。まあ僕はその安いアパート、ね、に住んで3ヶ月ぐらい経ちました。うん。でね、時々隣の人が壁を叩くんですね。まあ、僕が例えば何か洗濯機を回しました。洗濯機を使ったら、したらうるさいんでしょうね。隣の人がドンドンドン、ドンドンドンって叩くんです。まあそれはうるさいぞって言ってるんですね。で、僕はまあまあそうですよね。うん。ね。まあそんなことがあって。で、ある時、こう僕が音楽を聴いていたら、隣の人の部屋の窓がいきなり開いたんです。ガラ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 。見えないですよ。見えない。でも、ガーンって開いて、なんかちょっと、うん、うん、みたいな声が聞こえてきて、怒ってるんでしょうね。うん。怒ってる。うん。で、こう、またドアをガシャン、バターンって閉める。そういうことがあって、あ、もうこの人は音にね、もうちょっとイライラしているんだと、うん、いうことがわかりますよね。で、まあまあ静かに暮らしていました。ね、気をつけながら暮らしていたんですよ。やっぱりね。うん。ね。で、ある日、なんかお昼に救急車とかパトカー、警察がウィン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 ってたくさん来て、で、何と思って。見てろ。なんかいっぱい来てて、で、隣の部屋のドアで、すいません、いますかみたいな。警察とかが、ね、隣の部屋とに、すいませんって言ってるんですよ。え、事件事件ですかと思ったんですけど、で、でもその隣の人は出ないんですね。いると思うんです。多分部屋にいる。でも出ない。はで、でも出ないから、もうその警察とかもそのまま帰っていってしばらくしてね。しばらくしてもう帰っていったんですよ。まあ、何だったんだろう。なんかちょっとおかしいことになってきたな。なんかちょっと普通じゃないなーってね、すごいもう思い始めて。もしかしたらちょっと何かがね、精神的なことがあるのかもしれない、その人はね。って思い始めていたんです。そして僕はまたある日、バイト、夜までバイトしてね、夜の1時ぐらいまでバイトしてたんですね。で帰ってきて1時半ぐらいに夜帰ってきて階段を上って、2階だったんですね、それが。で僕のドアの前に行こうと思ったら、ガラスが地面に散らばってるんですよ。もうガラス危ない、割れたガラスが。何これ、怖っ、危なね。もう普通じゃないですよね。うん。もうこれを見て、もうこれは
この隣の人だ。そう思いました、僕はね。これは隣の人が何かが起きたんだとね。で、まあいいね、部屋入るしかないから部屋入って、もうちょっと怖いですよね。あんまり眠れませんでした、その日はね。ね。で、僕ももうその時もね、ちょっとこの家、大丈夫かな。もう、この家には住んでられないかもな。っていうふうに、まあ思いますよね。で、思い始めて、うーん。で、最後の最後、ね、ある決定的なことが起きました。決定的っていうのは、もうこれがあったから僕はこの後こう決めました。これがあったから僕は日本を去りましたとかね、そういう決定的なことがあったんですね。ポスト見たら手紙が入ってたんですね。で、手紙で切手が貼ってないです。ね。そのまま入れられてる。はい、隣の人からでした。名前はわかりません。僕、203号室だったんですが、203号室の方へ書いてありました。ね、手書きです。手で書いた文字。1枚の紙、書いてありました。どんな内容か。これ以上、トラップを仕掛けるのはやめてください。まあ、罠を仕掛ける。トラップを仕掛ける。っていうのは、まあね、例えばネズミを取るために、チーズのね、トラップありますね。バン。それを置くのはやめてください。私にも限界があります。これ以上、これが続くなら、私にも考えがあります。私にも考えていることがありますよ。203のあなた。そして最後に、賢って書いてありましたね。賢っていうのは何でしょう。昔の日本の手紙の最後に書く文章。ね。sincerely みたいな。regards みたいなね。そういう雰囲気の賢って書いてありました。もう恐ろしいですよね。はい。もうそれを見て、これはもうダメだ。ここはもういられないぞ。ここを出よう。今すぐここを出よう。そういうふうに思いました。でね、もう、だって多分、そのトラップ、罠っていうのは自分でガラスバーンって割って、で、目の前にね、やって、で、それ、OK さん、あなたがやりましたね。あなた、このガラスを撒き散らしましたね。っていうことですから、もう、ね、ちょっと普通じゃないですね、考えが。だから僕はもう、借りている会社に電話して、こんなことがありました。怖すぎます。もう早く、もう出ます。僕はこの家を出ます。って言って、もうすぐ出ることにしました。まあ、家を借りていると、普通はすぐには出れません。1ヶ月前に出ますね。1ヶ月後に出ますね。っていうふうに、言うんですね、普通は。貸している人も新しい人を探さなきゃいけないし、掃除もしなきゃいけないからね。だけど、もう、そんな時間はない。緊急事態だ。ということで、電話して、で、普通はね、会社がいて、管理している会社、管理会社。そして、その人を通して家を貸している人、そして僕をね、つなぐんです。だから、家を貸している人と話すことはありません。ほとんど。大家さんって言うんですが、
大家さんと話すことはないんですね。ほとんど。でも、突然電話がかかってきてね。まあ、大家さんだったんですよ。で、突然出られるということで、ね、ちょっとなかなかそんなことはないですが、まあ、わかりました。でも、まあ、なぜですかっていうことを聞かれたんですね。でそして、その話をしました。こんなことがあってね、こんな恐ろしいことがあって出ることになりましたって言ったんです。えで、その時に大家さんの言っていた話が記憶に残っています。大家さんは、なるほど。まあ、それは多分、若さ、若さへの妬みじゃないでしょうかね。若さへの妬み。ほう。そしてまあ電話を切りました。うーん。まあ、大家さんが言っていたことが正解かどうかはわかりません。うん。まあ、きっとね、その隣の人もいろいろなことがあったんでしょうね。大家さんも多分その人についていろいろ知っているんだろうと思いますが、本当のところはわかりません。ね。まあ多分隣の人は、年がね、もっと上の人だったんでしょうね。僕より。その時の僕より。僕は20代でしたから。うん。で、まあ大家さんが言うには、20代で若いこと、ね、そこへの妬み、いいな、若いっていいなとか、こんなことができるんだ、羨ましいな、私にはできないことができている。ね、そういうのはまあ妬みとか言いますが、そういう話をしていました。で、僕は若かったからよくわかりませんでした、そのことが。どういうことだ、そういうこともあるのか、ぐらいのね。でも今、年を重ねて、少しその意味がわかるようになりましたね。僕もね、こう、人生いろいろあって、やっぱ30代になって、そしてどんどん40代に近づいていくと、えーできないことがあるんですね。まあ、特に僕は大きい病気をした。ね、大きい病気をしたから、そうすると、これができないなっていうことがあるんですが、うん。それとか、まあ、例えばね、もう若い時はもう徹夜しても大丈夫じゃない。寝なくても、まあまあまあ、翌日も動けるよね。僕も学生の頃はね、みんなで遊んで、朝までゲームして、で、翌日の授業に行く。眠いな。まあ眠いけど、まあまあまあ、大丈夫。そういう感じでした。30になってきて、30ね、後半になってくると、ちょっと無理ですってなるんですね。徹夜はちょっと厳しい。翌日が何もできません。ゼロになります。まあそういうことになったりして、確かに、できないことはあると思うんですね。まあその、羨ましいとか、まあ、妬むまではいかないですが、若いっていろいろできるなって思うんですね。うん。美しいなって思うんですね。若いエナジー。赤ちゃんの、ね、輝く目とかね。子供の好奇心とか。10代の俺はこんなことができるぜ。俺はやってやるぜ。とかね。野心。自分の命が永遠にある。ね。終わることはないっていう自信。それがなんかこう、今はね、そうは思わないから、こう、美しいと思いますよね。花が開いていく。そう、枯れることを考えない。花は開いていく。で、その状態にいるとやっぱこ
何でもできるぞっていう気分になるし、うん。それがね、若さの、うん、エネルギーみたいに思いますよね。うん。いやね、その50代、60代、70代、80代、90代の人から見たら僕もまだ若いかもしれない。でも、段階がありますね。そういう段階を経てどんどん、そういうことも分かるようになってきましたね。はい。まあそんな話で。で、僕はもうね、その後、マンスリーマンションに引っ越しました。マンスリーマンションっていうのは、普通の賃貸とは違って、1ヶ月で借りられるんですね。えーそれで冷蔵庫もあるし、ベッドも全部揃っている。ね、すごく便利ですよ。便利だし、すぐ入ることができました。ただちょっと高い。やっぱ高い。うん。その時でね、1ヶ月9万円ぐらいしたかな。高いよ。ね。まあ、仕方ないけどね。その僕の問題のあったアパートは4万5千円とかでしたね。うん、安いです。東京のね、都心の近くでしたからね。で、そのマンスリーマンションにね、急いで荷物を持って、で、段ボールがたくさんある。そこで暮らす。ねえ、大変でしたね。うん。まあ、その後またすぐ家を探して、また別のところに住んだ。そういうお話ですね。どうですか皆さんの国では、家はどういうふうに借りますかね。日本はね、まあさっき話したように賃貸というシステムがあって、不動産に行きます。で、不動産はね、え貸す人借る人を間で話してくれる。うん。で、日本の借りるときはお金がかかります。結構かかりますね。これは有名な日本の悪い習慣があります。礼金です。日本に住んだ外国人はよくこの話をします。借りるときに、家賃が例えば5万円ね。5万円がある。そしたら、え礼金、お礼のお金を5万円、1ヶ月分ね、払う。そしてデポジット、敷金を5万円払う。ね。そして手数料、ね、その間にいる人、不動産に、まあ5万円とか2万5千円払う。あとは保険ですね、インシュランス。ね、火事のインシュランス2万円。そして鍵を交換。ね、鍵、交換に2万円とか。結局5万円の、家を借りるのに、25万円とか30万円ぐらいはかかります。その初期費用ですね。初期費用、最初の費用、初期費用がそれぐらいかかるんです。ねえ。嫌ですよ。高いよ。ねそして、更新手数料もあります。更新料。2年間ですね、大体の、間は。2年借ります。2年貸します。じゃあ2年後、もしまた借りるときは更新料払ってね、というのがあります。それもまた5万円。1ヶ月分5万円。そういうシステムなんですね。長い間そういうシステムでした。昔はね、礼金、お礼のお金、ね、2ヶ月分、10万円、そういう時もありましたよ。ね、最近は減ってきてはいる。礼金ゼロあります。僕は礼金は1回しか払ったことがありません。もうそのシステムが本当に嫌いだからです。
意味がわからない。感謝って何ですか？そういうことがありますから、絶対に礼金は払わない。そういう気持ちで、いつも引っ越しをしています。ね。はい。またね、他の費用もいろいろあるんですよ。でね、細かい話になりますけど、もし日本で借りる時があったら、交渉はしてください。ね。交渉はしてください。うん。あのね、賃貸は契約ですから。あの契約をお互いがいいよって思ったら OK。でもお互い違うなって思ったらしない。それだけですからね。はい。うん。もちろん、ありがとう。ね。大家さんありがとうっていう気持ちはありますよ。お菓子をね、僕も渡しますよ。家が決まったらね、綺麗に使います。はい、お菓子です。ね、その気持ちはある。でも、契約は別です。契約は契約。ね。そこは切り離して考えたい。そうですよね。はい。で、何ができるか。例えば、保険ですね。火災保険。はい、ございますね。これは、管理している会社が基本は選んでいる。だけど、自分で選ぶこともできるんです。ね。基本的には選ぶことができる。だから、自分でこの会社にします。2万円は高い。だから6000円の会社にします。っていうふうに変えたいんですけど、ということができます。そしたら、向こうが、OK、いいよってなったら、それでいける。ね。会社によっては、特別の記載していることがある。特別記載事項っていうんですかね。だけどこれはこうだよって書いてある時があって、私が決めたところを使ってね、そういう場合もあります。そういう時はもう泣くしかない。わかりました。それ払います。ね。そこはね、自分がもしこの家に絶対に住みたい。そういう時はもう払うしかないですよね。チキショーって言って払うんですね。でも、それができないところならやめとくか。ね、それはもうじゃあもう契約しませんっていうふうに決められる。ね。うん。もう一つ、変えられるところは、鍵の交換ですね。鍵を交換するとき。ね。前と一緒でいいよ。ね、鍵、前の人と同じで大丈夫。そういう人は交換しなくてもいいっていうと、えわかりましたという場合もあります。大家さん、貸している人、会社の人たちが、いや、鍵は絶対変えてって言ったらダメですけどね。はい。はい。で、あとはですね、まあ、仲介手数料、これですね。ここは難しい問題です。法律とか、ね、確か、法律なんかちょっとよくわかりませんが、仲介手数料って1ヶ月分絶対払わなきゃいけないってことはないんです。ね、本当は。0.5ヶ月分っていうところも会社によってはあります。半分。ね。えだけどそこは交渉は、しない方がいいと思います。なぜなら、その会社の人はそこを基本的にお金をもらいますね。別にもらう場合もありますよ。礼金の一部をもらうとかね。そういうこともありますが、そうじゃないと自分の稼ぎがそのまま減るわけですよね。ね。だから交渉をね、もししたら嫌な顔しますよね、それは。すいません。あなたの給料、あなたのギャラ下げてくれませんか？負けてくれませんかって言われたら、ってなりますよね。うん。だからそこはね、初めから安いところを選ぶ方がスムーズですよね。ね。やっぱね、あまりにね、迷惑をね、かけてはね、気持ちが良くないですからね。
契約はねいろいろこう話せるけど、ちょっとそこはね人とのねこう気持ちのやり取りになりますからね。気持ちが良くないと、じゃあもう向こうもじゃあいいよ、そんなに安いところになら00物件行きなさいとかねなりますから。00物件っていうのは礼金もない敷金もない、そういうところです。そういうところもあります。でもそういうところは安いけど、僕みたいなトラブルが起きる確率も高くはなりますからね、気をつけてくださいね。会社もねお金あんまりかけられないから、あんまりメンテナンスもねこういう人と話したりこういろんな問題を解決したりする時間がなくなりますからね。はいはい。そんなことで、僕は素人ですが、不動産業界ではないですが、引っ越しはもう10回以上してますからね。東京で10回以上してますから、結構調べましたよ。で、家を探すときですね。家を探すときもいろんな方法がありますよ。もしね、あなたが安心できる会社を探したい、そういうときは、見分ける方法があります。はい。不動産ね、やりますってその人が言いますね。家貸したり、売ったりしたいですという時は、登録をしなければいけない。免許があるんです。ね。それで免許の、取ったら、札がもらえるんですね。YouTube の盾みたいな、YouTube のプラグみたいなね。ドーン、あなたは、家を貸したりしていいですよ、みたいなね。だから、数字が書いてある。更新すると増えていく。長い間やってるってことは、いろんな知識があるでしょう。じゃあ、安心ですね。とかね。いや、長い間やってるからいいとは限らないですけどね。えそういうふうに、選ぶことはできる。そして、インターネットでも検索するといろんなサイトが出てくるんですね。もうどれがどれだかわからない。はい。ですね。でも、基本的には、不動産の、世界で家を貸したい人が、これ出したいですね。これをみんなに見せたいよって会社に言うね。で、会社の人が、OK、じゃあ、これサイトに出すねって言うんですね。で、その大元のサイトがあるんです。ね。不動産の人だけが見れるサイトね。ね。で、そこから僕たちが見るサイトにこう行く。そういう風になってるんですね。だからそのみんなねが見れないサイトに近い、けど僕たちも見るサイトがあるんですね。だからそういうところに行くと情報が新しいね。新しい情報がすぐ見れるんですね。家探しでいい家がないな、いい部屋がないな、そういうふうに思ってる時はもう毎日更新してね、お、新しいの出た、よし連絡だっていうふうに、やっていく。そういう時はそういうサイトを見つけてやるのがいいですね。それであと家選びで、賃貸の家で重要なところが僕はあります。大事にしているのは、音ですね。建物のどういうものでできているか。だから木でできているのか、それともコンクリートでできているのか。で、アパートっていうのは木造ですね。木でできている。そうすると音が結構聞こえますよ。ああ、まあ、木造、鉄骨、鉄筋、コンクリート、その3種類です。ね。おすすめは鉄筋コンクリートです。もし壁とか音気気になるなら鉄筋コンクリートがいいです。僕はもうずっと鉄筋コンクリートを探してます。でもね、やっぱり鉄筋コンクリートは少ない。ね、木造
の方が安く作れるし、鉄骨の方が安く作れるからね。だけど、生活するにはね、大きいですよ。暖かさ、寒さも違いますよ。木造はね、風がこう通りやすい。ね。寒いことが多いです。寒いな、冬はね。えーでも鉄筋コンクリートはやっぱ、こう、空気が逃げない。空気が閉じ込められているから、あったかくなりやすいし、ね、こう、風が逃げません。そういう意味で、え住みやすいですよね。はい。そうなんです。あと大事なこと、日当たりですね。日が当たること。太陽の方向ですね。やっぱり一番いいのは南。ね。南、そして西。南寄りの西、南西と言います。南少し西、南西っていうんですが、南西とか、まあ東寄りでもいいです。南東。そうすると太陽がね、あの、朝上がって、お昼も入ってくる。ね、起きるときに太陽が見える。それいいですよね。だけど北だと起きるときにも太陽が逆ですから入ってこないんですよ。だからあれ朝なのかいっていうね。それも大事なことではあります。うん。うん。まあね、あとは駅からの距離ですね。まあ、東京の話です。これは。東京だったら電車をたくさんありますから、電車がある。その、どれぐらい駅まで歩けるか。それは大事ですよ。僕は15分まで行けます。これ結構長い方だと思うんですよね。結構15分ぐらい歩くと遠いですよ。もう歩いてると、ちょっと遠いなちょっと遠いなって思います。うん。でもまあ運動だと思ってね、やるといいかもしれない。うん。あとは安いですしね。うん。安い安い。うん。離れると安くなっていきますから。まあ、そのために遠くに住みますよね。うん。それで、まだまだたくさんあるんですよ。ね、僕の大事なポイント。賃貸のね。どうですか？あなたの大事な家のポイントはありますか？僕、前ね、ポッドキャストでも話して、おいがね、家に来て、おいはまあ、一軒家に住んでるから、ね、家に住んでるから、僕の部屋見て、狭いねって言うんですけど、まあ、狭いんですよ。で東京は狭いし、ね。で、僕、だいぶ前に、昔、スウェーデンの友達がいるんですが、スウェーデン人ですね。その彼の家に泊めてもらったことがあるんです。ね、旅行で行って。で、こう、一軒家ですよ。大きい、ね、家で、あの話してたら、で、僕の家は今、狭いよと。で、僕はそのスウェーデンの友達と彼のリビングで話してたんです。このリビングより狭いよって言ったんですね。全部の部屋がね。うん、そしたらその彼は、そうかそうかそうだよねって言って、まあ、いろんな人がいるよな。こうやって狭い部屋で住んでる人もいるもんねって言って、まあ、俺たちはラッキーだよな、みたいなことを言ってて、すごい素直にね、そのことを言ってて、面白かったです。別にとか思わない。何って思わなかったです。そうだよね。狭いよね。わかるわ。素直に言って面白いな。そういうふうに思いましたね。はい。え
なので東京ですごく安いところに住みたいなら、狭い部屋ありますよ。めちゃくちゃ小さい部屋も結構ある。そしたらね、3万円とかで住めますよ。もう渋谷に近いとかね、新宿の近くでも3万円とか探せばある。そうしたらね、礼金とかもゼロとかね、安く入れる。そういうところあります。お風呂が共用だったりね、お風呂は部屋にはないです。ね、洗濯機もないです。とかね。で、トイレが、昔の古いトイレです。日本のトイレです。ね。椅子じゃないんですよ。椅子じゃなくて、もう地面の穴みたいな。地面じゃないけど、床の穴。ね。床の穴みたいな。そういうのを和式か。和式のトイレって言いますが、和式のトイレ。はい。で、日本の人は、やっぱ和式は嫌いですね。基本は。なんかこう、あんまり清潔じゃない感じがする。ね。だから、家和式なのって言うと、ってなります。珍しいね。だから古民家とかね、昔の古い家ならある。おばあちゃん家はそういうイメージです。おばあちゃん家って和式だよね。そういうイメージがありますね。はい。まだまだたくさんね、ありますが、ちょっとね、また今度ね、お家の話はしようかなと思いますね。はい。じゃあ今日はね、ちょっと長めにお話ししました。もしね、このエピソード良かったら、いいねしてくれると嬉しいです。ね。それじゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。